そんな商品がね、ダイソーに売ってるわけないでしょと。何をおっしゃってますかと。2400、500円するのが100円で売ってるわけないでしょと。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシヌピーです。今回は、こちらは、この間やったカーメイトのゼロワイパーフィルムタイプサイドミラー用という商品なんですが、水滴がつかない超撥水タイプのフィルムですね。で、まだこの動画見てない方は見てもらいたいんですが、すごいです。一応ね、ソフト99のミラーコートゼロとかとも比較したんですが、触っても落ちない。けど、汎用タイプ、ちょっとちっちゃいのでそこ嫌だよね、みたいな感じの動画になっているんですが、その動画でダイソーのやつも使ってみてくださいと。そういったコメントがね、何件か寄せられていて、この商品2枚1セットになってるんですが、Amazon で2300円から500円ぐらいで売られています。そんな商品がね、ダイソーに売ってるわけないでしょと。何をおっしゃってますかと。本日、ダイソーとセリアに行ってきました。そしたらなんと売ってました。こちら。車用曇り止めフィルムってやつですね。雨でも見やすい。これ2枚入ってなんと110円。せめて550円とかじゃないかなと思ったんですが、110円でした。しかもダイソーもセリアも全く同じもの。山田化学株式会社っていうところのフィルムみたいです。パッと見ね、大きさとかもだいたい一緒っぽいんだよね。まさかこれ100円であったとは思わなくてびっくりしてます。今回はこのカーメイトのゼロワイパーフィルムタイプサイドミラー用とこの100均の曇り止めフィルム、どんな違いがあるのか実際見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。これがフィルムなんですが、大きさとかもちょっと見比べていきたいですね。100均の方、こういう感じね。結構クオリティ高いぞ。このブルーの方が100均で、透明の方がゼロワイパーです。100円と2500円。100円にしてはクオリティ高いね。表面、裏面。ちゃんとフィルムが貼ってありますね。100円の方が若干大きいかなと。けどなんかこのフィルムね、見覚えあるんですよね。僕前に使った浸水タイプのフィルムにちょっと似てるなと。あれ何のやつだっけな、かなり何年も前にやったやつなんだけど、もしかしたら超撥水じゃなく浸水かもしれない。効果的なところで言うと、雨でも見やすいみたいなことは書いてあったんですが、超撥水みたいなのが書いてなくて、どちらかというと曇り止め効果がありますよみたいな、そんな感じでしたね。一旦貼ってみて水をかけてみようと思います。まずはじめにこの間施工したゼロワイパーの方ですね、お見せします。すごいんですよこれが。水をかけてみますね。水がつかないんですよ。すごいのよ。何してもなんです。これがゼロワイパーということで、反対側に100均のやつ貼っていきます。はい、そしたらまず貼り付ける準備なんですが、ガラスクリーナーとかを使ってこういう表面をきれいにしておいてあげるとよりいいですね。貼り方はしっかり裏面記載されているので、これを読みながら貼っていきます。まずご使用になる鏡面を布巾などで拭ききれいにしてください。パクリフィルム裏面位置を保護フィルムから剥がしてください。でゴミがつかないように注意しても貼り付けるんだ。これを剥がして、このミラーって曲面になってるんですよ。だから結構ね貼りづらい。表面のは保護フィルムなので傷ついてもいいからしっかり押し付ける。比較的綺麗に貼れたかも。そしたらこの表面フィルムを剥がす。この色味若干変わるね。これがゼロワイパーみたいな超撥水なのかどうかっていうのが僕の中ではすごい重要。全く一緒だったらもう本当に頭抱えちゃいますよ。あれ結構買ったんですよ。動画で使って失敗しないように5セットぐらい買ったのかな。だから1万どれぐらいだ、ちょっと計算できないですけど1万円以上は使ってます。水かけよう。どういう感じなんだろう。いきます。あ、やっぱそうだ。浸水タイプですね。水の膜を張るような感じです。浸水タイプ
こう見やすい気がするんですが、弱点としてはこんな水が当たらないんですよね。サイドミラー特にこんな雨降んないじゃないですか、あんまり。最近ゲリラ豪雨多いからどうなのかわかんないですけど、なので雨っぽい霧っぽいのをかけてみようと思います。そうすると水滴がつくんですよ。浸水タイプだとこういった感じ。フィルム貼ってないところとこれぐらいの水だったら大差ないですよね。けどこれが大量に水かかって浸水状態になれば見やすいっていうね。これが浸水の弱点ですね。めちゃめちゃ水が降んないと意味をなさない。逆にちょっとゼロワイパーの方行ってみます。ゼロワイパーですね。結構ね、この超浸水タイプっていうのはこういう軽いふわっとした水にちょっと弱いんだけどそれでもこういう感じ、ちょっと水滴はついてるけどかなり少ないですよね。全然違うと思います。遠くからこうかけても結構つかないんですよね。抹茶ってついてないだけじゃないのって思うよね。そんなことないんですよ。ちゃんとついてるんですよ。ちょっとついたけどこれぐらいがね結構限界ですよ。水滴の大きさとしてもほら、あんま大きいともう落ちてっちゃう。何なんだろうね、もうよくわかんないっていうぐらい超撥水です。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、100均で売ってるミラーに施工するフィルムですね。こちらを実際に貼ってみました。この間このゼロワイパーのフィルムタイプ、これを施工した時に100均であるやつも比べてみてくださいということだったので、どんな違いがあるのか見てみました。まずね、この100均の方は曇り止めフィルムって大きく書いてありますね。水がつかないとか撥水するとかは書いてないんですよ。で、まあ一応雨の日でも見えやすいとは書いてあって、メインはね、曇り止めなのかなと思います。効果的なところで大きな違いとしては、浸水タイプと撥水タイプ。撥水っていうか、まあ超撥水タイプですね。サイドミラーにどっちが向いているのかっていう話でいくと、サイドミラーって進行方向に対して反対側にこのミラーがついてるんです。自分の方に向かってミラーがついているので、基本的に雨が当たりにくい場所なんですよね。これ過去に側面のガラス、あと後ろのガラス、ミラーはまあ浸水タイプがいいのか撥水タイプがいいのかみたいな、そんなね、検証をしたことがあるんですが、基本的にね、雨がつかないっていうことはないんですが、つきにくいので、浸水タイプっていうのはね、逆にその大量に水がこうかかんないと見やすさっていうこの効果は得られないんですよ。個人的にはこの超撥水タイプの方がサイドミラーには向いているのかなといった感じですけどね、ちょっと高かったり、あと汎用タイプなので大きさがぴったり合わないのが嫌だなってこの間のね動画のコメントでも多くありました。そこら辺はまあデメリットなのかなとは思うんですが、100均のものとは全く違うフィルムになります。なのでこのゼロワイパーの方ね、そう100均に売ってたよとちょっと買いに行こうと思った方待ってください。フィルム自体は性能的には違うものなので、そこら辺は注意してもらいたいなといった感じです。逆にね、曇ってしょうがないとかそういう人の方が向いてるのかな。今回曇り止め効果っていうところは検証してないのであれなんですが、こんな違いがありましたといった感じです。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。